眩しい。皆さんこんにちは。いい天気だね。今日はね、キャリーバッグのタイヤ交換したいと思います。結構キャリーバッグ使ってる人多いんですよね。でもね、一番最初にダメになるのがどこかっていうと、ここね、このタイヤです。これなんかは長年そこそこ使ってますんでね、もうタイヤが割れちゃって、どうにもならなくなったとかね。あとこれもね、周りもすごく悪くなってます。小さなゴミ、髪の毛、そういったものはね、車軸に挟み込んでね、取れない状態になっちゃうんですね、普通ではね。ですから、周りも悪くなる。そして無理やり使ってるとこうやってタイヤもあっという間に、傷んでね、割れてくるということになります。ということで今回はこのタイヤを交換するというね、作業をやります。まずはこの古い車輪、これをね外していく作業です。僕の場合はね、いろいろやり方あるんだけど、もうドリルでビューッとやっちゃおうと、いうことで、やってみたいと思います。はい、このねタイヤの部分、これ大抵、いろんな構造はあることあるんですが、カシメになってます。ナットボルトっていうよりもね、カシメ状態になってるんですね。なのでこのカシメの弱い方、ここをね、それよりも径の太い、ドリル、これを使って、そして、削っちゃうと。で、カシメの部分を薄くして、あとは、無理やり外すと。そんな方法で、やっていきます。わかるかな？いきます。こうね、薄くなると、カシメの外側で留めてた部分、これがもうほとんどこういうラジオペンチみたいので取れちゃうようになるね。ピロピロっとなります。ここは一部削り足りない部分あるかな。実はこれね、ポンチ穴開けなんだけどね、バチンっていくと勢いよくこれバチッと飛び出す。その勢いを使って今ね、この中のボルト部分をね、外にどんどん押し出していくということをしています。ここまでね飛び出してくれば、あとはもう抜くだけよということね。抜けにくい。抜けたね。抜けました。はい。
2つ目いきます。はい。ね、今度はきれいに取れましたね。見えるかな。カシメンのね、外側の部分ほとんど取れます。ここまでいったらもう大体抜けますね。よいしょ。もう一発ね。出ましたね。よいしょ。はい、次です。いきます。はい、ということで最後の1個ですね。これね、はい、いきます。はい、これで、タイヤ外し完了です。タイヤ外し完了です。さあ、こいつをくっつけていきますと。で、実はこれのね、特徴があって、ボルトでもね、全部山切ってないやつにしてますね。ちょうどこのギザギザボルトのネジ山がここに当たるとね、中を傷めちゃうんで、できるだけそのネジ山が当たる部分が少ない、そんなパーツを選んでますね。形としてはこうなりますということですね。で、これが止まると。グリスをね、少し薄くね塗っておきます。これは耐水性の高いグリスになります。あれですね、ジェットスキーとかジェットボード、ジェットスキー、あと船とかね、そういったものによく使われるタイプです。はい、でこれ入れて、そして、元のワッシャーを1枚入れます。はい。そして、あれどこ行ったナット。のーい、ナット。ナットで締めますが、このナットはね、ちょっとわかるかな、わかりにくいかな。あれ
かります？緩みの防止加工ね、の入っているナット、これを選択してます。はい、よいしょ。どっかな。はい、交換完了。でしょ。はい、同じ要領で、他のやつもできます。はい。はい、基本的にはこれで完了ですね。完了。ただここ、角が立ってる。ボルトのね、角、わかるかな。ね。ちょっとなんか物に引っかかりやすかったりね、場合によってはなんか傷つけたりする可能性があるので、ここに丸みを少しつけて、要するに面取りっていうやつ、面取りっていうやつをね、してあげたいというふうに思います。はい、そこで使うのが、このグラインダーということになります。では、いきます。ね、はい、これでだいたいね、取れたので、仕上げというほどのねことじゃないんだけど、やっぱりこう立ってる場所がねやっぱりあるからね。オッケー、チュルチュル。
ちょっとネジ山もこれ鋭かったんで、ネジ山の部分を少し削りました。これで安全性には問題ないでしょう。イエス。これでね、また寿命が伸びたと思います。完了です。完了です。はい、キャスターバッグのタイヤ修理、完了しました。まあ多少工具必要な部分ありますけどね、何かこう工具もね工夫でね、この電動工具なくてもね、使えるものとかねなんかあるはずですからね。ただしその場合時間かかります。電動工具のいいところはねやっぱり時間の節約っていうことね、なりますが、何か工夫すれば、同じようなことができるかもしれません。はい、じゃあね、ぜひタイヤ破損したらね自分で直すってことね、やってみてください。はい、じゃあバイバイ。